ソベンダーが契約書の穴で騙そうとしたから完全論破した結果、契約書に具体的数値はない。証拠は全部揃ってるんだが。これは俺が大手メーカーの社内 SE として働いていた時の話。俺は30歳で上質担当として8年働いていた。社内システムの保守、運用からベンダー管理まで幅広く担当していた。ある日、全社統合システムの刷新プロジェクトが立ち上がった。予算は3億円。全社の基幹システムを統合する大型案件だった。3億円とかすげえ案件だな。基幹システムってことは会社の生命線じゃん。複数のベンダーから提案を受け、最終的に大手 SIR の A 社に決まった。選定理由は実績が豊富で大手企業との取引が多いということだった。ただ提案内容は他社と比べてそこまで優れているわけではなかった。むしろ技術的な詳細が曖昧で具体性に欠けていた。なぜ IT 部長が A 社を強く推したのか当時は理解できなかった。ただ俺は最初からこのベンダーに違和感を感じていた。では契約書の説明をさせていただきます。こちらが業界標準の契約書となっております。ちょっと待ってください。精読させてもらっていいですか？ああ、もちろんです。ただこれは業界標準なので、ははは。契約書を読み進めていくと気になる点がいくつも出てきた。性能要件の項目、快適な応答速度を提供する。快適ってなんだ？具体的な数値がないぞ。 SLA の項目も業界標準レベルの稼働率って書いてあるだけ。 99.9% なのか 99.99% なのか具体的な数値が一切ない。納期遅延の罰則も表裏の上決定するだと。これじゃ遅延しても罰則がないってことじゃないか。すいません、この契約書いくつか問題があると思うんですが。お、気づいたか。これは揉めそう。問題、どのあたりでしょうか。性能要件が曖昧すぎます。応答速度は具体的に何秒以内ですか？ああ、それは快適な速度ということで、ユーザーが満足できる速度です。いや、だから具体的に何秒かって聞いてるんです。それは環境やデータ量によって変わりますからね。具体的な数値を書くとかえって制約が多くなってしまいます。制約ってそれが契約の意味でしょう。これは業界標準の契約書ですよ。他社様も皆さんこのフォーマットで契約されています。 SLA も同じです。稼働率 99.9% 以上とか明記すべきでは。もちろん高い稼働率を目指しますよ。ただシステムというのは予期しないトラブルもありますから、あまり厳しい数値を設定するとお互い困りますよね。困るのは発注側だけだと思いますが。いやいや、我々も開発リソースを確保する必要がありますから。それならなおさら明確な契約条件が必要でしょう。テストの合格基準も曖昧ですよね。重大な不具合がないことで、重大の定義は？それはシステムが正常に動作しないような不具合です。だからそれが曖昧だと言ってるんです。おい、何言ってるんだお前。ここで横から口を挟んできたのが IT 部長だった。 A 社は業界大手だぞ。信用できる会社だ。いや、だからこそ契約書をちゃんと詰めるべきでは。お前は心配性すぎるんだよ。こういう契約は信頼関係が大事なんだ。細かいことをぐちぐち言うな。細かいことじゃないです。3億円の契約ですよ。部長、おかしくね。だからこそ信頼できるベンダーと組むんだろうが。部長、ありがとうございます。弊社は長年の実績がありますからご安心ください。この時俺は IT 部長とベンダーの関係に違和感を覚えた。部長は必要以上にベンダーをかばっている。まさか癒着？あ、これは怪しいな。部長がベンダー側に立ちすぎ。とにかく今日はこれで契約を進めよ待ってください。まだ確認したいことが。う。もういい。お前は黙ってろ。こうして俺の反対を押し切って契約は締結された。俺は嫌な予感しかしなかった。家に帰ってから
契約書のコピーを再度読み直した。やっぱりこの契約書はおかしい。具体的な数値が一切ないから何かあった時に言い逃れできる。追加費用を請求する気だな。絶対に。だったら俺も準備しておく必要がある。その日から俺はベンダーとのやり取りを全て記録することにした。メール、議事録、打ち合わせの録音、全てを証拠として残すことにした。おう、証拠集め開始か。これは期待できる展開。そして俺の予感は的中することになる。プロジェクトが始まって3ヶ月、早速問題が発生した。申し訳ございません。納期を3ヶ月延長させていただきたく。3ヶ月遅延、どういうことですか？実は要件定義が不十分だったため開発に遅れが。要件定義は記者が主導したはずですよね。ええ。ただ御社からの情報提供が遅れたため。情報提供の依頼なんて受けてません。そうでしたか。では仕様変更が頻繁だったため。仕様変更なんてしてません。すべての議事録を確認しましたが、仕様変更の記録はありません。いや、その口頭で変更をお願いされたことが。口頭、誰から、いつの打ち合わせですか？それは確か。こいつ完全に嘘をついている。俺は打ち合わせをすべて録音している。そんな発言は一度もない。録音してたのか。これは期待できる。まあまあ落ち着けよ。3ヶ月くらい許容範囲だろう。許容範囲じゃないです。納期遅延の罰則は。契約書では罰則は協議の上決定するとなっておりますので、今回は御社側の原因もあるため罰則は見送りということで。ふざけるな。こっちに原因なんてないだろう。お前少し黙ってろ。またこの部長かよ。完全にベンダー側じゃん。そして2ヶ月後、ようやくシステムが納品された。早速性能テストを実施した。応答時間平均5秒、最大で10秒。これは遅すぎる。ユーザーが使えるレベルじゃない。念のため複数の環境でテストしてみた。どの環境でも同じ結果。完全にシステム側の問題だ。5秒とか論外だろ。ユーザー離れるわ。すぐにベンダーに連絡した。応答時間が遅い。具体的にどのくらいですか？平均5秒、最大10秒です。これは遅すぎます。ああ、それは快適な速度の範囲内ですよ。はあ、5秒も待たせて快適。契約書には具体的な数値は書いてありませんからね。快適の定義は人それぞれですし。ふざけるな。業界標準は1秒以内だろう。業界標準、それはどこに書いてありますか？打ち合わせで1秒以内って言ってたじゃないですか。打ち合わせ、そんなこと言いましたっけ？記録がありますか？ああ、あるよ。メールと議事録と録音データ全部。え、録音。はあ、すべての打ち合わせを録音してるからね。来た。証拠。一致。準備万端じゃん。そうでしたっけ？ただ1秒以内というのは理想値でして、実際の環境では5秒程度になることもあると。そんな説明は一度も聞いてない。それにもし性能を改善したいということでしたら、追加で性能チューニング作業を行うことも可能です。追加、最初から1秒以内で納品すべきだろう。費用はそうですね、5000万円ほどで。5000万円だと。はあ、5000万。完全にぼったくりじゃん。これが狙いか。データベースの最適化、キャッシュの実装、サーバーの増強、これらを実施するとなるとそれくらいはかかりますね。それ最初からやるべきことだろう。契約の範囲外ですので。範囲外じゃない。性能要件を満たすのは当然だろう。まあまあ落ち着け。5000万円くらい予算取れるだろう。取れません。不当な請求を認めるわけにはいきません。お前いい加減にしろよ。ベンダーとの関係を悪くするつもりか？関係より会社の利益を守るべきでしょう。黙れ。今日の打ち合わせは終わりだ。この部長絶対怪しいだろ。完全に癒着してるわ。このままでは会社が騙される。俺が動くしかない。その夜、俺は弁護士の知人に連絡を取った。
なるほど。契約書を見せてもらえますか。契約書のコピーをメールで送った。ふむふむ、これは確かに問題がありますね。ただ契約書が曖昧だからといってベンダーの言い分が通るわけではありません。そうなんですか。ええ、民法では契約の解釈は真に誠実の原則に従うべきとされています。打ち合わせで1秒以内と明言した証拠があればそれが契約内容になります。証拠ならメールと議事録と録音データがあります。素晴らしい。それがあれば戦えます。あと第三者機関に性能テストを依頼するといいでしょう。業界標準と比較してどの程度遅いのかを客観的に証明するんです。わかりました。すぐに手配します。弁護士のアドバイス的確すぎる。第三者機関のテストいいね。第三者機関に性能テストを依頼した結果が届いた。業界標準の5倍遅い同価格帯のシステムと比較して著しく劣る完璧な証拠だ。さらに俺はベンダーの過去を調べた。すると驚くべき事実が見つかった。このベンダー5年前に別の会社と裁判になっていた。理由は今回と全く同じ契約書の曖昧さを利用して追加請求を繰り返していた。そしてベンダーは裁判で敗訴していた。常習犯じゃねえか。これは悪質すぎる。同じ手口でやってんのか。判決文を見るとベンダーは1億円の賠償金を命じられていた。つまり前例があるということだ。次は IT 部長とベンダーの癒着を証明する番だ。経費生産の記録を調べてみた。 IT 部門の経費は全て社内システムで管理されている。幸い俺にはその閲覧権限があった。すると部長がベンダー営業と頻繁に飲食していた記録が高級寿司、高級ステーキ、ゴルフ接待、月に3回以上、合計で年間200万円以上。これは完全に癒着だ。証拠がどんどん出てくる。リッチの調査力すごすぎ。これだけの証拠が揃えば勝てる。俺は社長と法務部長に直接報告することを決めた。 IT 部長を通すともみ消される可能性がある。メールで緊急の面談を申し込んだ。件名は全社統合システムプロジェクトに関する重大な問題について。翌日社長室から返信が来た。明日14時社長室で面談。決戦の時が来た。来たいよいよ反撃開始。社長室には社長、法務部長、そして IT 部長とベンダー営業が呼ばれていた。では説明してもらおうか。はい。全社統合システムプロジェクトについて重大な問題があります。おい、お前何を勝手に。黙りなさい。続けて。まず納品されたシステムの性能が著しく低いです。応答時間が平均5秒、最大10秒です。それは契約書の快適な速度の範囲内です。ではこれをご覧ください。打ち合わせのメールです。ベンダーから応答時間1秒以内を実現しますと明記されています。それは理想値として。さらに打ち合わせの録音データもあります。録音したこれ。証拠出しまくり。業界標準である1秒以内の応答時間を保証しますと明言されています。社長、法務部長です。契約書に記載がなくても口頭での約束は契約の一部となります。証拠がある以上1秒以内が契約内容です。そしてこちらが第三者機関による性能評価レポートです。業界標準の5倍遅い3億円の予算に対して著しく性能が劣る。これはどういうことだ。さらにベンダーは1000万円の追加請求をしてきました。性能改善のための費用だそうです。5000万円だと。しかしこれは最初から実装すべき内容です。さらにこのベンダーには前科があります。5年前別の会社と全く同じ手口で裁判になり敗訴しています。契約書を曖昧にし後から追加請求を繰り返す常習犯です。それは誤解です。黙りなさい。そしてもう一つ重大な問題があります。 IT 部長とベンダーの癒着です。何を言っている。こちらが定期生産の記録です。部長はベンダー営業と月3回以上、高級
すぎる。これは逃げられないわ。そして俺がベンダーの問題を指摘するたびに部長は必ずベンダーを奪いました。これはどういうことだ。いや、これは単なる接待だ。社長、これは明らかな利益違反です。運用規則違反として懲戒処分の対象となります。ではベンダーとの契約はどうする。契約不履行として契約解除が可能です。さらに性能不足による損害賠償請求が可能です。よし、決めた。 A 社との契約は即刻解除する。そして損害賠償2億円を請求する。2億円。 IT 部長は懲戒解雇、退職金が来た。そんな。サマー。よく調べてくれた。君がいなければ会社は5000万円の追加損失を出すところだった。当然のことをしただけです。君を IT 部長に昇進させよう。年収も550万円から850万円に引き上げる。そして新しいベンダーの選定も君に任せる。ありがとうございます。大出世じゃ。年収 1.5 倍以上。その後俺は新しいベンダーを慎重に選定した。今度は契約書に具体的な数値を全て明記した。応答時間、稼働率、セキュリティ基準全てを数値化し罰則規定も明確にした。もう騙されないな。応答時間1秒以内、稼働率 99.9% 以上、納期遅延の罰則も明確に。新システムは予定通り完成し、応答時間は平均 0.8 秒。ユーザーからの高評価で業務効率が大幅に向上した。一方 A 社は損害賠償2億円を支払うことになった。さらにこの件が業界で噂になり、他社からも契約解除が相次いだ。 A 社は数年後に倒産した。元 IT 部長は業界での評判が悪くなり再就職に苦労しているらしい。完璧な勝利だね。ベンダーも部長もなければひどい。この経験から学んだことがある。契約書は必ず詳細に詰めること。曖昧な表現は絶対に避けること。証拠は常に残すこと。メール、議事録、録音、全てが武器になる。そしておかしいと思ったら声を上げること。以上、俺のベンダー論破体験談でした。読んでくれてありがとう。牛をつ面白かった。参考になったわ。めっちゃスカッとした。証拠集めが完璧すぎる。ピッチ、グッジョブ。